はい、皆さんこんにちは。機械系男子の木内です。今回はですね、こちらの燃えよ剣の下巻をですね、読み切ったので、こちらを紹介していこうと思います。このね、下巻はね、本当に一気に読み切った感じでして、上巻の方はね、新選組の発足当時で、立ち上げてから、いろいろとね、いざこざがあったりとかしたんですけども、下巻の方はね、もういよいよ、もう本当にずっと戦争っていう形で、鳥羽伏見から始まって、戊辰戦争で、会津の方まで行って、さらに、函館まで行って函館戦争っていう感じでね、もうどんどん北上していく話なんですけども、さらに言うとね、新選組っていう組織がね、どんどんなくなっていくんですね。組織の手をなさなくなっていって、最後に土方歳三ただ一人、ほぼただ一人みたいになって、最後がね、描かれていくんですけども、で、土方歳三も、政治家じゃなくて、本当にね、生粋の喧嘩師なんで、政治として戦争をしてるわけじゃなくてね、本当に自分が仕えた近藤も、最後の方も近藤もいなかったけども、自分と一緒に、ね、作り上げた新選組の、副長としてね、最後まで戦ったっていうね、本当に男の中の男がね、見れた話となってまして、僕らがね、今想像するような武士っていう、本当そのまんまだなっていう風な、土方歳三さんのね、エピソードだった。どういう人物かっていうのがよくわかる話だったんですよ。で、このね、土方歳三っていう人物の中でも、結構ね、心境の変化があったことがよくわかるような話がありまして、それがね、やっぱ最初の新選組を作り上げた当初、もちろん新選組をより強くしていこうっていう考え一本であったんだけども、最後の方になってくると、新選組としてのテーマをなしてなくて、最後の方は、勝つために戦をしているというよりかは、自分の最後のね、死に場所を決めるっていう風な感じでね、函館戦争をやってるような感じだったんで、しびれたセリフがあって、その函館でね、函館の五稜郭で、籠城するかしないかっていう話の時に、土方さんだけは、自分は函館行って、函館を奪取しに行きますということを、軍議で言ったんだけども、その時のセリフとして、私は明日函館に行きますと。で、おそらく五稜郭には再び戻ることはないでしょうと。私と一緒に行きたい、行き飽きた者は私と一緒についてきなさいって言って、最後函館に戦争しに行くんだけども、土方さんの頭の中では、五稜郭で籠城とか、降伏をして、その後も新政府と一緒に日本を作り上げていこうっていう風な考え方は全くなくて、もう最後自分は、ここで死ななければその先に死んでった沖田とか近藤に合わす顔がないっていう考えで、もう自分の未来はもう死ぬこと以外ないと、この戦争で死ぬこと以外未来がないっていう風に考えてるんですね。なので本当最後死に場所を求めに行くような形で、戦争しに行くんですけど、そこに関連してくる話かなって思ってるのが、最後ね、この土方歳三が誰かにいとまを出したりとか、自分の召使い古生っていうんだけども、古生に対して最後江戸に帰れって、日野に行って、自分がね、新選組発足当初に、講演してくれた、支援してくれた人の、ところに、行きなさいと。で、自分の遺品を託して行きなさいって。最後、自分と一緒に死ぬべきでない人に対しては、最後、江戸に返すんですよね。江戸とか故郷に返すっていう描写もあってね、そこら辺がね、結構ね、土方さんの心境がね、変わってきたとこかなっていう。最初であればもう本当、新選組を脱退するものは切ると。で、さらに戦争においても、一歩でも下がったらお前は切ると感じで、戦争で相手がどんだけ勢いづいてきたとしても一歩も引くなっていう風な感じで絶対逃がさないような感じだったんだけども、最後はもう自分が死にに行くための戦争だから、それにね一緒に来るべきでない人に関してはやっぱりちゃんと故郷に返したりとかしてるっていうのがね、結構ここがね対照的で、土方さんとしてもね、何のための戦争かってのをやっぱ最後まで冷静にちゃんと考えてて、で自分の死に場所も決めてるような人で、だからね、頭としてはすごい冷静なんで、最後までずっと冷静で、戦況もしっかりと見据えて、しっかり把握してた上で、自分の死に場所をね、決めてたような人なんで、命をね、投げ打ってっていう風な感じじゃなくてね、自分の未来、最後をね、決めて戦いに行ったような人でね、ここら辺もね、やっぱね、土方歳三さんらしい武士みたいな心がね、感じられるところかなと思いました。そういえばね、一つ前の動画でね、上巻の最後に、七里健之助っていう人とのね、勝負が描かれてて、僕はね、前の動画で、七里健之助はせこいやつだから、ズルするだろうって、仲間を呼び寄せるだろうって言ってたら、本当にね、下巻の最初の方でね、本当にまんまその状態になってね、結構そこはね、面白かったんだけど、もう一人ね、創作人物で僕が気になった人がいて、おゆきっていう、土方さんの恋人が出てくるんですけども、この人もね、創作人物で、実際には
いない、実在するモデルがあるのかどうかわかんないけども、多分いないと思うんですよ。で、この人をね、なんで出したかっていうのがね、結構ね、僕の中でもまだね、よくわかってないんだけども、この人ね、最後、函館まで出てくるんですよね。函館まで来て、最後、土方さんと会うんだけども、函館までね、出てくる必要があったのかっていうのがね、結構疑問なんだけども、おそらくね、柴さんの考えとしては、土方さんの気持ちとかを代弁する、もしくは柴さんの言いたいことをね、おゆきとの会話に混ぜるっていう風な体でね、多分おゆきをね、登場させたんじゃないかなっていう、さっき言ったその土方さんの心境の変化、最後自分の、死に場所となる戦争をね、しに行くところも、そこら辺の心境の変化がわかるように、おゆきとの会話の中で、柴さんが、状況説明の補足として入れたのか、もしくは、土方さんの気持ちの代弁として入れたのかがわかんないけども、多分そういう意味でね、おゆきっていうのが、最後の最後まで出てくるんだなっていう感じだったんですけども、でもね、さすがにね、函館まで出てきた時はびっくりしましたね。函館まで来て、土方さんがその最後、おゆきと過ごす時間っていうのがあったりとかして、ここがね、なんか土方さんらしくないなって僕は思っちゃったりもしたんだけども、でもやっぱりね、創作人物っていうことだけあって、すごいタイミングもめちゃめちゃいいし、七里健之介もそうだったけども、このおゆきもね、結構ね、物語をね、楽しませるものとしては、とてもいい味を出してくれたなって思います。はい。そんな感じでね、こちらの燃えよ剣の紹介でしたけども、本当にね、男の中の男っていうか、武士の中の武士みたいなのをね、感じ取れる土方さんのね、エピソード、生涯だったんで、ぜひ、そういうのに興味があるよって方は、読んでみるといいかなって思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。